運転が好きなんで、純粋に大冒険が始まるぐらいの勢いでしたね。ワクワクが止まらなくて。こんにちは。こんにちは。長谷川です。今日一日お願いします。よろしくお願いします。長谷川さん乗られてるトラックはどちらですか？こちらです。いすゞのギガですね。この辺結構メッキ貼ってあるのは。そうですね。社長がメッキ大好きなんで、全部メッキですね、電車。このアンドンとかもですか？そうですね。昔社長とドライバーが一緒に作ったらしくて、それを受け継いで私がつけてます。すごい。中は結構いじってらっしゃるっぽいですけど。中はまあマドンナのパープルつけてって感じですね。でもそれはご自身でつけられたんですか？自分でつけました。タッカーで。ありがとうございます。今回の運行ルート、大まかに言うとどんな感じですか？そうですね。墨田区と横浜でこれから積んで、で明日大阪で降ろして、でまた明日大阪で積んで関東に戻ってくる感じです。ありがとうございます。はい。じゃあまずこの後はどちらに行かれるんですか？この後墨田区に積みに行きます。わかりました。じゃあそこまでまずよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。お願いします。25362131。オッケー。23して。お願いします。よろしくお願いします。これから積む荷物ってどんなもんなんですか？これから積む荷物は印刷物です。印刷物。印刷物です。コピー用紙かな。なんなのかちょっとまだわかんないんですけど、中身は。あ、え、すいません。よくあるんですか？よくあります。最近不調なんですよ。反抗期なんです。反抗期なんですか？反抗期なんです。だいぶお若く見えるんですけど、ご年齢っておいくつなんですか？今年で23歳になりました。23。23です。ドライバー歴って長いんですか？ドライバー歴は大型に乗り始めてまだ2ヶ月、3ヶ月かぐらいで、ごめんなさい。トラック自体は2年ぐらいですね。2年目ぐらい。最初はじゃあ4トン車です。最初。大型って怖くないですか？そうですね。まだ全然怖いです。長いんでめっちゃ怖いです。死角が多いんで、歩行者とか自転車とか障害物とか見たり、急ブレーキとかもかなですね。車間距離とかも全部ですね。実際どうですか？4トンと比べて大型って乗り心地良かったりするんですか？もう大型の方が全然いいです。運転しやすいです。目線がやっぱ高いから見やすいですよね、すべて。大型の方が気持ちいいですね。積み込みお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。
結構時間的には早かったですよね。早かったです。もう4トン分なのでパレット5枚しか積んでなくて少ないですね。それも積んでくれるんですか？積んでくれます。あ、じゃあ自分で運転せず。そうですね、もう自分で緩衝材入れて荷締めしてってだけですね。じゃあこの後はどちらに行かれるんですか？今から横浜行ってって感じですね。次は多分ドラム缶になると思います。それもフォークさんがフォークで積んでくれます。へえ。手積みとかはあるんですか普段？手積みありますね。多いです、大型は。手積みはどうですか？手積みはやっぱ今の時期はきついですよね。暑いですからね。暑いです。もうペットボトル2本じゃ足りないです。べっちゃべちゃになっちゃうね。着替えはもう常に積んでます。あ、そうなんですね。実際なんでドライバーさんになろうと思ったんですか？ドライバーになろうと思ったのはもう中学2年生からで、その時からですね。その時にちょうど多分親の車で一緒に乗ってる時にトラック見て、トラックかっこいいってなって、そこからハマって一人で勝手にで一番星トラック野郎を見出して、でそこからももさんにはまり、ももさん好きになった感じです。で私も乗ろうっていう風になりましたね。だってトラック野郎って全然ほら世代じゃないですよね。世代じゃないです。やっぱりトラックで調べると出てくるんですよね、トラック野郎。でその時にこういう映画もあるんだと思って見てハマった感じです。映画見てもうかっこいいってなりましたね。ももさんみたいな人と付き合いたいってずっと今でも思ってます。あ、そうなんですね。今ちなみに彼氏さんとかっていらっしゃるんですか？彼氏いないです。募集中です。ももさんみたいな人ですか？ももさんみたいな人ですね。あんまりでも親より上はダメなんで。何歳ぐらいまでなら OK なんですか35ぐらいまでなら12、13までなら全然大丈夫です。でもその時からもうドライバーになりたかったってことですか？そうです。だからもう高校進学とか何も考えてなくて、一切トラック乗るためだけにバイトしてって感じでしたね。乗れる年になるまで。21で4トンの中型取って22で大型取りました。普通免許は？普通免許は18になってすぐ取りましたね。田舎だったんですぐ必要だったので。ご出身はどちらなんですか？山口県の下関市です。そこでじゃあデコトラを発見したと。発見しましたね。やっぱり福岡に行くトラックとかは、九州に行くトラックとかはやっぱ絶対通る道なんで、よくいましたね、トラックは。こっち出てきたのはいつなんですか？こっち出てきたのが21歳になってすぐぐらいですね。2年前ですね。働く場所が決まって、フォークとか大型は会社が出してくれました。内製運さんはどうやって見つけたんですか？は下関の時の知り合いの人の紹介で入りましたね。実際にそのドライバーになってみてどうですか？夢が叶ったなっていうところですね。やっぱ一番大きいのはやっと念願のっていう。そうですね、中学生からの夢でしたもんね。そうです。達成しちゃった感じですね。早くも。初めてこうトラックに乗った時ってどんな気持ちでした？大冒険が始まるぐらいの勢いでしたね。ワクワクが止まらなくて、やっと乗れるって感じでしたね。実際じゃあ初めて運転してどうでした？いや、すっごい楽しいですよね。なんかやっぱり大回りしないと曲がれないとことかもあるじゃないですか。はいはい、あれを見てたことを自分がそうするっていうまた楽しさとか、ハンドルでかーとか思って、だけどそこまで重たくないんだなと思って、ハンドル自体は。最初は本当に全てに感動してましたね。じゃあこれ信頼あるんですけど、はい。
これじゃお泊まりセットが入ってるんですか？お泊まりセットです。この運転席の後ろには隠しておいた布団が隠してました、撮影用に。そうですか。映んないかなって。遠距離の楽しみは何ですか？やっぱり全国各地仕事で回れるんで、美味しい食べ物とか温泉とか行けることですね。今までどこら辺まで行かれたんですか？今までもう北海道から鹿児島までほぼ行きましたね。すごいですね。これ飛ばしてくれる会社なので、もう本当に教えたくないっていうぐらい気に入ったとこがあって、はい、静岡県の教えてくれるんですね。藤枝市にあります。以上です。それだけですか？それはご飯屋さんですか？お風呂です。北海道にはどんな荷物を運ばれたんですか？北海道は大手アーティストのライブツアーのあれですね、イベントの音響照明、あとトラスとか資材、やっぱ足場とかで使うような大きいものとかですね、運んだり。でもそのアーティストさんのツアー回るところを一緒に行くみたいな。そうです。その時はもう回ってましたね。一緒について先に行って準備してって感じでしたね。オフはないんですか？オフ1日だけあって、でその時にちょっとブラーっとしましたね。北海道札幌を観光しました。ジンギスカン食べて、ちょっとお酒たしなんで。じゃあなんか他にご飯で覚えてるところってあります？覚えてるところ、宮崎県のチキン南蛮なんですけど、その定食頼んだ時に冷や汁も一緒についてて、その冷や汁がもうすごい美味しくて、もうすごいずっと記憶に残ってますね。また食べたかったな。いいっすね。宮崎まで行かれてんですね。宮崎も行きます。そう本当に日本全国いろんなとこ行ってんですね。行ってますね。気づいたら2年で。2年ですごいですね。行かしてくれるんで。じゃあご当地のお土産とかも結構買ってたりするんですか？そうですね。なんかあります？鳥だ。それは？これ滋賀県です。へえ。これが北海道行った時に、熊見に行った時に買いました。登別熊牧場とか。クリアファイル集めるの好きなんですか？一番実用的なものを選ぶとクリアファイルになっちゃいますね。なるほどですね。趣味ではないです。ちなみに大仙院さんに入手されてどうですか？入ってよかったですね。今まではアルバイトだったんですけど、違う業種でやっぱり人間関係で辞めてしまうことが多かったんですけど、ここじゃもう人間関係今いいし、お給料も仕事面的にも全然嫌じゃないんでいいですね。ちなみにお給料っておいくらぐらいもらってるんですか？総支給で40、45とか行く時は行きますね。まあドライバー次第なんですけど、運行次第で変わりますね。月の運行って泊まりが多いですか？泊まりがやっぱり多いですね。名古屋関西がやっぱ多いんで。どれぐらい帰ってくるんですか？千葉やってる時は基本的に帰れるんですけど、もう長距離ずっと行きっぱなしだと2週間帰れない時とかは全然ありますね。お疲れ様でした。この後はどちらに行かれるんですか？牧之原サービスエリアに向かってます。牧之原で何かされるんですか？牧之原でご飯食べてシャワー浴びます。何かおすすめはありますか？牧之原の下りのサービスエリアはだし巻き卵です。美味しいんですよ。お
ばちゃんが焼いてくれるやつ。いつもそれ食べるんですか？いつもそれ食べます。絶対食べます。髪とか爪っていうのが別に結構自由なんですか？ファッションに関しては。結構自由ですね。もう社長がいいよって言ってくれるんで自由にやってます。ちなみに爪結構ネイルしてるじゃないですか。はい。これ全然平気なんですかね、爪は。あ、全然平気です。この長さなら大丈夫です。で最初ちょっと長すぎて爪が何回か折れたりした時は爪大丈夫とは言われたんですけど、ちょっとこのままじゃネイル禁止になってもまずいと思っていつものネイリストさんとこれはちょっとまずいかもとかこれならいけるかもとかめっちゃ相談して。なんかじゃあ趣味とかあったりするんですか？趣味シャミナの髪の毛真似するとかちなみにさん。ずっとしてます。練馬のビヨンセです。かわいい癒しです。だからよく自分で言ってました。下関のビヨンセバーですか？で友達に黙れて普段じゃあちなみに聞いてるんですか？普段ちゃんみんな聞いてます。聞きながら言ってるんですか？聞きながら歌いながらあ、いいですね。めっちゃ熱唱してますよ。ですか？こういう綺麗な海とか見てうわーみたいなことあるんですか？ありますね。この海見るのが好きで透明走ってるのもあります。透明の方がゆっくりできるんですよね。じゃあこのドライバーの仕事してて、はい。一番楽しいところってどこですか？一番楽しいところもう私は運転してるところですね。運転が好きなんで純粋に。もうじゃあ長距離運転も全然苦じゃないですか？全然苦じゃないですね。眠たくならない限りは。眠たくなったらどうするんですか？まあ寝ます。30分でも寝ます。あー、ちゃんと休憩取って。休憩取ります。もう寝るのが一番いいです。いろいろやったけど。卵焼きありますか？ネギなしどちらになりネギ入りで。いただきます。美味しいです。ごちそうさまでした。いたしました。この後はどうしますか？次はもうそのまま草津まで行っちゃおうかなと思ってます。最終目的地と時間ってもう決まってたりするんですか？決まってます。東大阪市に朝8時に行きます。やっぱ止めらんないですね。止めようかなと思ったんですけど、とりあえず荷物の確認とあと430しようと思って。オッケー。この確認チェックされる？よくしますね。地場だったら
まあ1回見るか見ないかぐらいですけど、長距離の時はやってますね。430ごとにやってます。入れとこう。で泊まれないことはよくあるんですか？あ、もうしょっちゅうです。だからもうここら辺止めてトイレ休憩だけやって出てますね。この後もう現地まで行っちゃいます。現地まで行ってどっか止めれるとこ止めて寝ます。お疲れ様です。ここで寝ます。晴れます？ここで寝ます。もう近いですか？もうあと5分10分で着きます。ここからだと。もうここで仮眠。仮眠ですね。ちょっと寝て。じゃあまた明日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お母さん乗せてないかも。次帰ったら乗せてあげます。運転も好きですし、かっこいいトラック見るのも好きですし、転職なんで。